600年の間、ヘントの祭壇画は焼かれたり贋造されたり、3度の戦争で略奪されたりしてきました。実はこの絵画は世界で最もよく盗まれてきた芸術作品なのです。いくつかの秘密は明らかになりましたが、まだ謎は残されています。1934年、ベルギーのヘント警察は前後2枚に分かれる祭壇画のパネルの1枚が忽然と消えたとの知らせを受けました。警察長官は現場を調べましたが、チーズ店での盗難の方が差し迫った事件だと断じました。その後数ヶ月間、金を要求する手紙が12通届き、誠意を見せるためうち1枚は返却もされました。その頃、美術修復家のジェフ・バンダー・ビーケンは消えた1枚が見つかるまでの展示用にレプリカを作りました。しかし見つかりませんでした。中には彼自身が盗難に関係していると疑う者もいて、金の要求が拒否されたため元のパネルに塗り重ねて自分の作としたのではと考えました。決定的な答えはその後何十年も闇に包まれます。盗難の6年後、総統美術館を計画中のヒトラーが一番欲しい作品が欠けていました。ヘントの祭壇画です。ナチスが侵攻するとベルギー政府はこの作品をフランスに送りました。しかしナチスは作品を接収し岩塩港へと移動します。この岩塩港は略奪した美術品6000点以上を収蔵する倉庫にされていたのです。1945年の終戦が近づくと、ナチス官僚は連合国の手に渡るくらいなら岩塩港を爆破しようと考えます。実は連合国軍にはモニュメンツメンという特殊部隊がいて、文化財を守る任務を負っていました。うち2人が岩塩港から570キロのところで駐留時、1人が廃隊になりました。地元の歯医者に出向くと、歯医者が義理の息子も芸術が好きだと話し、2人を会わせてくれました。その人物はナチスの元芸術顧問で、今は身を隠していて、奇跡的にも彼は全てを話してくれたのです。モニュメンツメンは美術品の救出作戦を立てて、周辺のレジスタンスたちが彼らの到着まで爆破を遅らせました。彼らは岩塩港の中で文化財の数々とともに祭壇画を見つけたのでした。ヘントの祭壇画は中央のパネルの画題にちなんで、別名神秘の子羊の礼拝とも言い、聖書の物語を描いた12枚のパネルからなっています。最も影響力のある芸術作品の一つです。ヤン・ファン・エイクが1432年にヘントで完成させると、欧州一の傑作だと目されるようになりました。何千年もの間、芸術家は粉末顔料と卵の黄身を混ぜたテンペラ絵の具を使っていました。鮮やかですが光沢のない絵の具です。この祭壇画は油絵の具の独自の力を示した最初の例となりました。油絵の具のおかげでファン・エイクは光や動きをかつてなかったような手法で描けたのです。アナグマの毛1本分ほどに細い筆も使って表現したのです。ヘントの名所の数々や植物学的に識別可能な花、生きているような人物を描き、祭壇画は写実主義として芸術運動の先駆けとなります。しかし2019年に完了した修復作業によって、実は何百年もの間人々が見ていたのは大きく改変されたものだと分かりました。何十回もの修復の末、ある箇所は絵の 70% 近くが塗り重ねられていたのです。修復チームが何層にも及ぶ顔料やワニスや汚れを除くと、生き生きとした色彩や隠れていた建物が出現しました。不穏なディテールもありました。長らく謎だった4つの耳のある神秘の子羊について、修復チームが明らかにしたのは、2組目の耳は実はペンティメントで塗り重ねた絵の具が薄くなって下の層が浮き出たものでした。過去に修復した人々は元の子羊を塗り重ねてより好ましいような形にしたのです。塗り重ねられた絵の具を取り除くと、出てきた元の羊は驚くほどに人間めいていました。さらに修復チームはようやくバンダー・ディーケンが1934年に盗まれたパネルを返却したかの結論を出しました。答えはノーでした。そのパネルは贋作であり、元のパネルは盗まれたままだと判明したのです。でも最後の手がかりあります。ヘントのある株式仲買人が盗難の翌年、彼の死の間際に未発送の金の要求書を明らかにしたのです。その記述には、絵画は公衆の注目を集めることなく、私も他の誰も手に取ることができない場所にあるのだと。
ケント警察は未だにこの事件を調査中ですが、毎年新たな手がかりが出てくるものの、絵画はまだ見つかっていません。これらのビデオで学習しよう。定期購読を忘れずに、新しいことを学ぶチャンスを逃さないように。